皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、意外と多い心の傷が癒えてない人に現れる3つのサインということでお話ししていきたいと思います。この番組ではですね、スピリチュアルをもっと理解して直感力を高めまして、超ミラクルな人生を自分に引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、心の傷っていうのはどういうものかというとですね、これはトラウマと呼ばれる子供の頃にですね、誰かにいじめられた親にすごく愛情をもらえなかった、そんなこととかですね、または現実社会のこの大人になってからもストレスがすごく溜まってですね、心がひどく傷ついてしまうということがあったり、または心がどんどん疲れてしまってですね、それが傷として残ってしまうということが多いんですね。今の生活っていうのは本当にストレスが多いので、皆さん、鬱になってしまう方とかですね、また鬱までいかなくても、やっぱりこの心の傷がすごく大きくて、鬱に近い症状になったりですね、または、どうしても体の調子が悪いっていう方もいらっしゃると思うんですよね。この心の傷っていうのは、例えばうつの場合ですと、治っていく人ももちろんたくさんいらっしゃいます。で、治ったようには見えるんですが、なかなかこの心の傷がですね、癒しきれてないっていうことが起こってしまうんですね。例えば、うつになった人、元気になったようには見えますが、100% 戻るってことは難しいわけですよ。そして僕らから見てるとですね、すごく皆さん元気に戻ったなっていうふうに見えてるんですけども、やっぱりこのうつの時の顔がですね、ダブって見えたりすることもあったりするわけなんですね。じゃあ、どうすればいいのかっていうことなんですけども、これは僕が思うんですけども、100% 戻ったっていうふうにですね、考える必要はないと思うんですね。で、これをですね、80% ぐらいでいいんじゃないのね。っていうことを目指されるといいと思うんですね。100% を目指してしまうとまたしんどくなっちゃうので、はい。で、またこの自分がですね、癒えてない心の傷があるっていうことをですね、ちゃんと気づいていく。そしてその時にですね、対処していくっていうことがすごく大切だと思うんですね。ということで今日は意外と多い心の傷が癒えてない人に現れる3つのサインということで、この3つのサインが来たら、ちょっと気をつけましょうね。自分を癒してあげましょうねっていうことを分かっていただきたいなと思います。それでは、1つ目。1つ目はですね、目が笑っていないです。こういう人もたまにいらっしゃると思うんですけども、笑っていると口角が上がってですね、目が変わるんですよ。こんな感じでね。でもそれがですね、口角とかが上がってないので、面白いですね、それ。いうような方って実際いるじゃないですか。こういうふうにですね、心の傷が癒えてないという人っていうのはですね、目が笑ってない状態になる、いらっしゃいますよね。で、こういう人ってさ、口ではさ、すごく面白いねとかって言ってるんだけど、目が笑ってません、目が動いてませんよっていう人いるじゃないですか。こういう人っていうのは、かなりちょっと心の傷がまだ癒えてないかなっていうことが多いわけなんですね。はい。ですからこういう人っていうのは何が起こってるかっていうと、笑おうとはしてるんです、本人はね。面白いとも思ってはいるんだけど、心から笑えてないんですね。心からそれを楽しんでないっていうのかな。そういうふうなことが起こってるってことです。だから、私ちょっと目が笑ってないなとかって思い始めたら、あんた目が笑ってないわよって。もし言われたとしたらですね、自分がちょっと心の傷癒されてないのかなって考える。またはですね、口角を上げるだけでも、口角を上げると皆さんも感じると思うんですけど、ちょっとエネルギーが変わるんです。熱くなるというか強くなるというか、そのエネルギーを使ってですね、なんていうんですかね、体のエネルギーを癒していくというか、柔軟にしていくような感じかなっていうのをやってみるといいと思うんですね。はい。ですから目が笑ってないなと思ったら、癒しも大切なわけなんですが、口角を上げてみるのもいいと思います。そして二つ目はですね、強く自己中心になることがあるっていうことです。この心の傷が癒えてない人っていうのはですね、心がたまにいっぱいいっぱいにまたなってしまって、しんどくなってしまうことがあるわけなんですね。そうすると何が起こるかっていうと、普段は全然普通にやってたり、すごく優しかったらみんなのためにってできてるんだけども、急にいっぱいいっぱいになっちゃって、自己中心的に考え始めたり、またはですね、そのために何やってんのとか、
こうしてくれないと困るでしょって言って怒ったり要求したりする人っているじゃないですか。あれどうしたのこの人。こんな一面あったっけって思うような時ってあるじゃないですか。ああいう時っていうのは結構その方、心に余裕がなくなっていたりするものなんですね。はい。ですから、普段からストレスをためないっていう風にですね、やっぱり心がけておくことが大切なわけなんですね。で、この心に傷がある、または言えてない人っていうのはですね、やっぱり自分ではなくって周りの人に合わせたりとか、周りの人を喜ばせようとか、そういうことにすごく意識を向けてですね、パワーなんかも使っていたりするわけですよ。だからどんどん疲れていく状態になるわけなんですね。それで自分がなんかこうしてほしいなとか思った時にですね、ガーッとこう、もういっぱいいっぱいになっちゃってて、どうすんのみたいな感じになっちゃうってことがあるわけなんですね。はい。ですから、急になんか自己中心的になるなとか、どうしたのって友達に言われるような人っていうのはですね、このストレスを減らしていく、または自分でですね、もう楽でいいんだよ。周りの人気にしなくていいんだよっていうような考え方を入れていくといいかもしれないですね。はい。そして3つ目。3つ目は、やたら頑張るっていうことです。これね、心の傷を持った人っていうのは、その時にですね、鬱になってしまったりとか、またはこう落ち込んでしまって、ちょっと自分の行動というかエネルギーが止まってしまうような状態になるわけです。で、そこからですね、何かあって、もうラッキーなことに、こう、蘇ってくるというか、元気になっていくっていう、上がってくる人っていうのはですね、この元の位置に、ね、下がってたとこから元の位置に戻ればいいんですけど、これがですね、よーしと思ってガーって言って、いいじゃんとか、なんかいい感じとかって思ったりですね、楽しくなったり、またはよし、頑張るぞって言ってですね、このまた元の位置に戻ればいいのに、うわーっとなんかしないけど、どんどん行っちゃう人いらっしゃるじゃないですか。はい、気がついたらですね、この普通のところよりも2倍、3倍頑張っちゃってるみたいな、なんかこれも楽しいです、あれも楽しいです、これもやりますっていう感じになっちゃってる人いるんですね。で、見てるとなんかしんどそうだな、もうちょっとゆっくりしたらいいのにと思う時があるわけなんです。はい、ですから本人はね、その時はもうやる気もあるし、よしって言って楽しい感じにはなってるんですけれども、いつも苦しかったり、なんか急にしんどくなったりとか、体壊したり、倒れてしまったりっていう人もいらっしゃるんですね。こういう時っていうのは本当に疲れてしまってるわけです。はい。だからこのやたら頑張っている時っていうのはですね、自分がなんか、自分をしんどくしてしまっていることに気づいてですね、多くのことをいっぺんにやろうとするのではなくって、止めるとかですね、または減らしていくということを考えていくといいということですね。こういうふうに心の傷が癒えてない人っていうのはですね、この3つのサインが来たら、心が余裕なくなってきてるなっていうのを自分なりに気づいた方がいいということですね。じゃあどういうふうにするかっていうと、一旦立ち止まって休みを取るとかですね、さっき言ったみたいにやってることを減らしていく、またはこれいらないなとか、周りの人に合わせたりするのやめようっていうふうにしてですね、心に余裕を持てるようにしてあげることが大切なわけです。はい。そしておすすめなのがですね、自然と触れることなんですね。これはですね、花とか、例えば家で花を買うとか、育てるとか、または森に行く、または海に行く、川のところに行くとか、そういうことなんですけども、自然があるところ、または自然と触れる、自然を見て楽しむっていうようなことがとてもいいことなんです。この自然に触れることでですね、このエネルギーが僕たちと自然の間に交換が行われるわけなんですね。そして僕たちのそのしんどいなと思うようなエネルギーなんかを癒してくれたり、良いエネルギーを与えてくれたりするということが起こるわけなんです。はい。ですから、ちょっと自分がしんどいなとか、自分が心の傷が癒えてないかなと思ったりしたときはですね、この自然にあえて、入っていく、見ていく、そこの近くに行くっていうことを意識的に行ってみるといいと思いますので、ぜひやってみてください。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん僕の1冊目の本、守護霊リーディングです。はい。この守護霊リーディングっていうのは守護霊が教えてくれたこととか、スピリチュアルっていうのはこういうものだよっていうことをお話ししているんですが、今日お話ししたようにですね、心の傷っていうのを持ってしまったりした人っていうのはですね、やはり見えてないスピリチュアルの世界、現実世界ではなくて、スピリチュアルのことをより理解していくと、本当に生きることが楽にな
そんな考えに変わっていくわけなんですね。はい。ぜひ、心の傷、まだ癒えてないな、私ちょっと今しんどいかなと思う方はですね、この守護霊リーディング読んでいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラー！うちの犬が興奮しております。うちの犬からはミラクルラブをお送りしました。それではまたお会いしましょう。さよなら。